こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回のテーマは乱数と条件判断じゃんけんゲームの作成について配信します。今回の内容はじゃんけんゲームの概要、乱数を発生させる条件判断について、論理カテゴリーで使用できるブロック、変数の利用について解説していきます。最初にじゃんけんゲームの概要について説明します。このゲームでは対戦相手としてマイクロビットを使用します。まず自分の出す手を決めたら、次にマイクロビットを振動させます。するとマイクロビットは1から3の乱数を発生させディスプレイに GCP の文字を表示します。1であればグー、すなわち G を表示。2であればチョキ、すなわち C を表示。3であればパー、すなわち B を表示というようなプログラムを作成していきます。はい、それではプログラムを作っていきましょう。まず最初に新しいプロジェクトをクリックして、ここで、名前を付けます。じゃんけんしましょうかね。はい、そして作成。そうするとプロジェクト名がですね、今ここはじゃんけんになってますよね。それで、ここで、入力のところからこのマイクロビットを揺らした時のイベントを選んでいきます。で、今回はこれを使えませんので、ずっと最初をですね、捨てましょう。そして、入力の方から、揺さぶられたとき、これをこちらに持ってきます。そしてこの中に乱数を発生させるイベントを持ってきます。で、今この中に何も入ってない、のでですね、プログラム、これをシェイクを押してもですね、何もできません。そこで、例えば数値ですね、数を表示を持ってくる。で、ここでシェイクのボタンをシミュレーターの方を押しますね。そうすると0がここに出ました。それではこの、0ではなく1から3まで出すようにしてみます。計算のカテゴリーの中からですね、この中に、乱数というのがありますね。ここですね。0から10までというの乱数があります。これをここ入れてみましょう。それではここを押してみますね。シェイクボタンを押してみます。7、9、4、8。こういうような形で乱数が発生します。欲しいのが1から3までですので、1と入れて、ここを3を入れます。そうすると、このプログラムを実行すると、3、2、1、1、1、3、2というような形で乱数が発生しました。第1ステップはここまでです。先ほど使用した入力ブロックの中の揺さぶられた時の他に、前回勉強したボタン A が押された時、端子 T0 が短くタップされた時などのイベントブロックがこのカテゴリー中にはあります。揺さぶられた時のブロックのオプションとしては、右側に上げるような、ロゴが上を向いた時、ロゴが下を向いた時、画面が上を向いた時、画面が下を向いた時、左に傾けた時、右に傾けた時、落とした時のほか、3G、6G、8G など重力加速度が一定値を超えた場合のイベントを感知するオプションがあります。
計算ブロックの中で代表的なものとして四則演算ブロックがあります。これには足し算、引き算、掛け算、割り算などがよく使用されます。またこのブロックの下三角の印をクリックするとオプションとして足し算、引き算、掛け算、割り算の他引き上も選択することができます。今回はこの計算ブロックの中の乱数を発生するブロック丸から丸までの乱数というブロックを使用します。例えば1から3の乱数という風に定義すると発生する乱数は1、2、3のいずれかとなります。乱数を発生させるブロックの使用方法として2種類の方法があります。丸の中に整数を入れた場合、例えば0から10のような指定をした場合に0、1、2、3のような整数が乱数として発生します。それに対して丸の中に 0.1 から 0.5 のように指定すると不動小数点数が出力されます。次にこの乱数を使用して何が出たかを判断する条件判断ブロックを使用していきます。これから作成する条件判断の構造をフローチャートでまとめています。このフローチャートはずっとブロックの中身を示しています。まずマイクロビットが揺さぶられたとき、乱数1から3を乱数という変数に格納します。そして乱数が1である場合に G を表示させ、そうでなければ乱数が2であるかどうかを条件判断し、イエスであれば C を表示、そうでなければ P を表示するというフローになっています。変数について復習してみましょう。変数は数値や文字を入れる入れ物で任意の名前で定義することができます。今回の場合、乱数を入れる箱として変数として乱数を定義します。まず変数カテゴリーをクリックし、変数を追加するを選択します。そうすると名前を定義するダイアログが表示されますので、この場合乱数とローマ字で入れます。そして OK を押すと乱数が作成されます。次に変数の使用例について説明します。新たに変数が作成されると、ここにあるような3つの変数ブロックが作成されます。まず最初にヘスティを0にするっていうブロックは変数エスティに例を代入するという有意味になります。次の変数エスティを1だけ増やすというのは、もともとヘスティの中に入っているものに1を加えるという意味ですね。そして最後のバリアブルスの st というブロックは変数を参照するときに使うブロックです。右のプログラムで具体的に見ていきますと、まず最初に変数 st を2にするっていうのは st という変数に2を代入するという意味になります。次の st を1だけ増やすっていうのは今 st の内容が2ですので2プラス1ということで、結果は st の中は3という数値が入っていることになります。変数の乱数の中に1から3までのブロックを入れるプログラムを示しています。乱数を0にするブロックの中に乱数ブロックを入れます。次に条件判断ブロックを追加します。条件判断については次のスライドで説明をします。条件判断ブロックは論理カテゴリーの中にあります。このカテゴリーの中には条件判断のブロック、調べるのブロック、これは論理演算子を示します。あるいは条件式と言います。そして複合演算子としてかつまたはではないといった and or not を示すブロックがあります。条件判断ブロックの使用方法について説明します。まず条件判断としてもし何々ならというブロックを使用する場合、真の部分に論理式を入れます。調べるブロックですね。例えば0イコール0というようなブロックを入れていきます。そしてこのもしブロックの中にアイコンを表示するなどのブロックを入れていきます。使用例として右のプログラムを示します。ボタンが押された時の中にもしブロックを入れて論理式として a イコール0とした論理式を入れます。そして文字列を表示というものをもしブロックの中に入れるというような形になります。この場合論理式 a イコール0が真である。すなわち
条件が成立した場合も次列表示 A を実行します。 A が0でなければ、もしブロックの中は実行されません。条件判断ブロックの使用例の一つとして、もし何々ならブロックを使用した例を示します。左の図がプログラムで、右の図がフローを示しています。最初だけブロックに A を1とするブロックを入れて、ボタンが押された時の中にもしならブロックを入れます。この時、もしならがブロックの中の論理式に A イコール0を入れると、この式が成り立つ場合に A を表示した後ハートマークを表示します。そうでなければ、文字列を表示 A をスルーしてハートマークを表示します。次の例として、もし何々ならでなければブロックについて説明します。このブロックは、もし何々ならブロックにでなければを追加したものになります。もし、次の論理式が成立しなければでなければの中のブロックを実行します。右の図では、A イコール0が成立した時を表示し、そうでなければ B を表示するというような形になります。3番目の例としては、もしでなければの中にさらにもしでなければのブロックを追加した例となります。右のフローチャートを見ていきましょう。最初だけブロックに A イコール1を入れます。次にボタンが押されたブロックの中に、最初の論理式 A イコール0の結果、イエスであれば A を表示しハートマークを、A イコール0が成立しない場合、論理式 A イコール1の論理式を判断し、イエスであれば B を表示した後ハートマークを表示します。そして、この式が成立しなければ C を表示した後ハートマークを表示する流れとなります。このフローは、じゃんけんゲームの構造と類似していますね。それでは、じゃんけんゲームの論理構造を見ていきましょう。先ほどの条件判断式と同じです。もしでなければ、ブロックの中にもしでなければ、ブロックを挿入していきます。最初の論理式では、乱数イコール1として、2番目の論理式ではでなければの中の論理式は、乱数イコール2と設定します。この内側のでなければ結局乱数は3ということになります。論理式が成立した場合の表示は、LED 画面に表示ブロックで GCP を作成し入れていきます。これでじゃんけんゲームが完成です。それでは揺さぶられたとき、乱数を発生してその次からいきましょう。まずは、論理のところですね。こちらの方で、もし何ならばっていうこれを、入れます。そして、次に、このプラスマークですね。これを押すとならばでなければっていうのがここのブロックが増えます。これをマイナスするとですね、元に戻ります。で、今回はこのならばっていうのを、追加した状態ですね。そして、乱数が1の場合ということで論理で、これを入れます。これを追加して変数の乱数ですね。これを追加して、これ 1からでしたね。1、そして、ここですね。1でない場合、もう一つ内側にこれを条件判断を入れます。そして2の場合ですね。複製してここを2にしてやって、そしてこれをここに入れます。2でなければ、1でもなく2でもなければ、ここは3になりますよね。で、1の場合はグーということで、これですね。これで、こういうような形で、文字を作っていくっていうことですね。これが G を表すというような形で作っていきます。
してこれをこの中に入れてやるということになりますね。同じように、2の場合はチョキ C、 そして、でなければパーというような形で、これでプログラムが完成ということになります。マイクロビットにダウンロードしたプログラムを実行してみたいと思います。こんな形でですね、マイクロビットを揺さぶると乱数が発生し、表示が変わってきます。今回は揺さぶられた時ブロックを使用し、簡単なじゃんけんゲームを作成しました。このゲームを作成する中で、乱数の使用方法、条件判断ブロックの使用方法、そして変数の利用方法についても勉強していきました。ご視聴ありがとうございました。